の場合は手回しろくろを手で回しながら右に左に変えながら引いていくっていうのが私のスタイルで、手びねりとろくろをちょっと合体させたような独特の引き方なんですけれども、そういう不完全美みたいなものっていうのはやっぱり分かる人少ない。完全美は誰でも分かる美しさだから、誰でも納得できる美しさだっていう。日本で言えば中国は完全美ですけれども、朝鮮とか日本とかっていう周辺国になるに従ってやっぱりそういう不完全なものに美しさを見出すようになってくるので、どっちかっていうと中国、ヨーロッパもそうですけど、王政だったり、皇帝がいたりする政治力の強いところっていうのは完全美。その周辺国になってくるとどっちかっていうとその政治力が弱まって民衆の力が強くなってくる、人間的な美しさを求めるような方に変わってくる。左右非対称で不完全なので、それに近いような形になってくる。これ美濃独特の土でこういうザクザクした表情なんですけれども、表面が非常にこう縮れがいっぱいくるような、土味は出るんですけれども非常に扱いづらい土で、そういう土の扱いをいろいろやっていると、この回転するろくろもちょっと独特なろくろの引き方になってきたんですけれども、これは割と木の板でちょっと歪んだりもしてますけれども、こういうちょっと揺らぎみたいなものとか正確に引くというよりはちょっと揺らぎながら弾いてる息遣いというかバイオリズムみたいなものが回転の中で生まれてきて、ちょっとこうした自然の歪みみたいなものが生まれてくる。自然の歪みの形っていうものがやはりこう左右非対称を生んだりとか、手にフィットする形につながったりとかっていうようなことで、それが日本の美しさの基本のところにあるのかなと思っているので、ピシッと弾くというよりは揺らいでる動いてる形そのままっていうような感じのろくろになってますね。神戸窯はですね、江戸時代の後期1804年という年にこの地で開業いたしまして、当時はここに登り窯という部屋がいくつも連なる窯がありまして、そこでうちの先祖初代の加藤幸兵衛が焼き物を始めたわけなんですけど、間もなく江戸城の御用窯として染付の食器を染めるという窯になりまして、以来2代3代4代ずっと染付の窯元として火を絶やさずに焼き続けてまいりました。私のひいおじいさんにあたります5代の加藤幸兵衛が中国陶器をいろいろ研究いたしまして、自身のですね作家活動、陶芸家としての活動もやるようになりました。私のおじいさん6代の加藤拓夫がペルシャ陶器をいろいろ研究いたしまして、ラスター彩とか山彩とかペルシャンブルーといったようないろいろなペルシャの焼き物を復元して作品としました。祖父は人間国宝になったんですけれども、その後を継いだうちの父がその拓夫のペルシャの技法を今引き継いでやっております。で、私がその次の8代目になるわけなんですけれども、この穴窯を使って美濃の桃山刀という焼き物をお茶碗を中心として作陶しております。神戸窯は職人が20名ほどおりまして、窯物としていろいろな食器、インテリアのもの、アクセサリーなども含めてプロダクトを作っております。展示館も3つございまして、古い陶器から、歴代の作品まで、焼き物のファンの方が観光にいらっしゃるというスポットになっておりまして、ミシュラングリーンガイドジャポンでも2つ星をいただいております。窯の運営とともに陶芸家として作品も発表するという形で活動をしております。いわゆる窯場の中で生まれ育ってですね、そういう空気吸っていわゆる遊び場でもあった、何か技術を仕込まれたとかそういうことはなくてですね、粘土遊びしたりとか、職人のおじちゃんおばちゃんに遊んでもらったりとか、幸いにして物を作ったりとか、絵を描いたりとか、そういうことが嫌いじゃなかったものですから、結局京都の芸大に行くことになりまして、現代美術とか彫刻とかそういったものに興味があったものですから、焼き物はどっちかというとやっぱり短すぎて、こういう器を作ったりとかっていうことにはあまり興味は当時はなくてですね、彫刻家とかそういう現代美術の方に入りたいなと思って受験したんですけども、ふるいかけられまして結局入ったのが陶芸家だったんですよね。で、ただ陶芸家に入ってもこういう焼き物でも器のものはあまり作らず、オブジェとかそれこそ現代美術に近いようなインスタレーションとか、大学院を出て
こちらに戻ってくることになりまして、当時はですから全身が京都に染まっていて、オブジェを作るっていうような意識でいたものですから、こっちに戻ってきた時にですね、生まれ故郷のこの美濃焼のものを客観的に見てですね、カルチャーショックを受けたんですね。京都の焼き物っていうのは前衛的で、自分が思い描いた形を、清水焼とか総出社とかいろいろそういう伝統がありますけれども、土が取れる場所ではないので、やっぱり過食の文化、どうやってそこに形に色をつけて絵付けをして彩っていくかっていうような形で、逆にですね、この美濃の焼き物っていうのは土が豊富に取れる場所ですので、まず土の吟味から始まりまして、この土をどうやって料理して形にして、でそれにどういう釉薬をかけてどういう風に焼いたら面白いのか、土からこう積み上げていくっていう、まるで逆だなっていうことに気がついて、逆に京都に行ったことでこの自分の地元の美濃焼っていうものを客観視できるようになったのかなと思うんですけども、その魅力に気づきまして、穴窯の手伝いをしながらそこに少しずつ物を入れさせてもらって試行錯誤し始めるんですね。30過ぎぐらいになって、うちの祖父も亡くなってですね、自分がやらなきゃいけないっていうタイミングになって、本格的に美濃焼のものを手掛けていこうっていうふうに考えるようになって、20代半ばで京都からこっちに戻ってきてからですね、5、6年かかりましたけれども、少しずつ体が京都が抜けていって美濃の人間に戻ってきたっていうような感じで、穴窯で焼く美濃焼っていうものを少しずつ深めていくというような風になってきたかなと思います。学生時代から茶の湯ですね、茶道をやってましたので、その流れでこちらに戻ってきてからもお茶は続けていたんですけれども、そんな中でやっぱりお茶碗というものをですね、作っていくっていうことが徐々に面白くなってきまして、篠であり瀬戸黒であり織部であり木瀬戸であり、美濃焼の四大技法と言われる桃山刀の中でも篠とか瀬戸黒っていうものが美濃焼の中ではいわゆる格の高い存在なので、力を入れて瀬戸黒というこういう黒い焼き物っていうものをですね、千利休が桃山時代に茶の湯を極める中で、緑色の抹茶が入った時に茶の色が映えるんですよね。美味しそうに見える。利休が好んだわけなんですけれども、やはりそういうお茶を美味しく飲むための器というものとして極まってるかなと思いますね。形もいろいろありまして、こういう筒型のスッと立った形っていうのは瀬戸黒と言いまして、利休の好みのものなんですけれども、これに対してこういうちょっと歪んだ形の左右非対称と動きのある形、こういったものが織部黒と言いまして、古田織部の好みの形。丸い茶碗ですけれども、手びねりという手の中でこねこねしながら作る形なんですけど、これはいわゆる黒楽のような形で、初めはこの穴窯でずっと焼いてまして、引き出し黒というのは窯の中で1200度を超えたぐらいの時に、窯の中ではこの鉄の釉薬がドロドロに溶けて真っ赤に光ってるんですね。鉄のハサミを突っ込んで掴んで窯の外に引っ張り出すんですね。で引っ張り出すことによって外気に触れて急冷することによって漆黒の色艶が出ると。私の場合は特徴的なのは、穴窯の火の近いところに作品が入ってまして、薪の灰が降りかかってガサッとしているところがありますけれども、窯変を起こしてるんですね。で引き出すとつるっとした漆黒の色艶が出るわけなんですけども、こういう黒い中でもマットなところとつるっとしたところっていうような形のテクスチャの変化が見られて、同じ黒でもいろいろな景色が見て取れると。窯の中から真っ赤っかの光る茶碗が出てきまして、急冷して冷えて色が変わっていって黒になるまでもう 2,3 分ぐらいで黒くなってしまいますけれども、貫入といって表面の釉薬の中に細かいひびが入るんですけども、貫入の入る音っていうものも、ガラスの鳴るような綺麗な音がして、それが本当に産声を上げるような綺麗な音なんですけれども、まさに物が生まれてくるというような声を上げながら冷めていって姿を現すと。この引き出し黒っていうのは溶けた瞬間に引き出して急冷して固めるという技法ですので、引き出すタイミングが命ですので、目視で見極めながらですね、溶けたものから順番に引き出していくわけなんですけども、瞬間に決まる芸術といいますか、そういう意味では書とか写真ですねに近いところがあって、もう一瞬の瞬間を捉えて、それを冷えて固まらせてこういったものにすると。じわじわ焼く篠とか木瀬戸という焼き物と対照的にですね、瞬間的に決まる美しさというものが
あるかなと思っています。美濃焼のこういうところで採れた土を使って、こういったところで採れた原料を使って釉薬を作ったりして、そういうこの土地でしか生まれない土地の持つ力みたいなものが受け継がれて今に至ってるかなと思うんですけれども、伝統っていうのが地域性とか受け継がれてきたものという力もありますけれども、現代に生きる私にとっては受け継がれてきたものだけではなくて、そこに現代性っていうものを乗せなきゃいけないですし、さらに未来にそこにつなげるというような役割もありますので、モダンさといいますか、新しい技術開発であったりとか、いろんな伝統的な焼き物をやってますけれども、そこにやっぱりいろいろな研究を加えて技法を開発したり釉薬を作ったりというようなこともやってますので、新たなこの花窯、巻窯で生まれる美しさみたいなものを一つずつ発見して、後世にもつなげていきたいなっていうことは思ってますし、やはりこの美濃焼のですね、美しさ、日本の美意識みたいなものをですね、やはり海外にもお伝えしていくということがしたいと思ってまして、いずれ世界の人々がこの美濃焼っていうものの美しさを認めていただけるような機会をどんどん作っていきたいなというふうに思ってますので、こういった日本の美意識はやっぱり世界に通用すると思ってますので、一つずついいものを取り上げながらですね、いろんな方に知っていただくような機会を作っていくということを地道にやっていきたいなというふうに思っていますね。